ここ数年、若者を中心に絶大な人気を誇るヘアカラー、シルバーグレー。クールで、上品で、どこかスタイリッシュなその色味は、現代の象徴のように思えます。ところで、この色には、別の名称があることをご存知でしょうか。その名は、銀ネズです。この色は、何百年も前から、日本人が愛してやまなかった究極のグレーです。今回は、現代のトレンドと江戸の粋が交差する、この色の正体に迫ります。水墨画に代表される、古のモノトーンの美学についてのお話はもちろん、動画の最後には、銀ネズと相性の良い配色もご紹介いたしますので、ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。皆様、こんにちは。シェイズオブ日本です。このチャンネルでは、日本の美しい伝統色を一色ずつ取り上げ、ゆっくり丁寧にご紹介しております。本日ご紹介するのは、クールでスタイリッシュな見た目から、今も昔も変わらず人気の一色、銀ネズです。英語の色名、シルバーグレーに対応する色と言われ、伝統色をあまり知らない若い世代の方々も、こちらなら聞き覚えがあることと思います。銀ネズを通して、きっとあなたもまだ知らない日本文化の魅力に出会えるはずです。この色の奥深い世界を一緒に探ってまいりましょう。銀ネズ、銀ネズミ、JISの慣用式名では明るい灰色、他にも青みがかった明るい灰色といった表現もあります。日本商工会議所カラーコーディネーター検定試験公式テキストには、磨き上げられた銀の色に例えた灰色の微笑、江戸中期からの染色名で昭和15年、1940年の流行色でもあるとあります。銀ネズのポイントは金属的な輝きを感じさせる明るさとわずかな青みです。また銀ネズには多くの別名がありますので、この色の特徴とともにご紹介します。まずこの色は古くは青銅器の原料となる金属錫の色にも似ていたことから別名錫色とも呼ばれます。江戸時代後期に刊行された着物の柄や色、染め方などを紹介した服飾指南書式名辞典である手鏡模様節用には、錫色の説明として錫色また当世銀ネズというとの記載があります。銀はもともと白金とも呼ばれ、錫同様に白く輝く金属です。つまり銀ネズはネズミ色の中でも白に近く上品な光をまとった色であります。またこの銀ネズはJISの慣用式名シルバーグレイとも同色とされており、その式名は違えどもJISの系統名やマンセル値なども全て同じ値になります。ちなみに吉岡幸夫著日本の色辞典での銀ネズの説明欄には、薄雲ネズ、絹ネズ、銀灰色といった式名も同様の色と考えていいとの記載があります。江戸時代には粋な色の一つでもあった美しい銀ネズですが、日本の歴史を遡るとこの色は長く死を悼む厳粛な色として扱われていました。これには現代では聞き慣れない釈如という言葉が深く関わっています。今回は特に片岸弘子著染色技法書を通して見た江戸時代の色彩に関する研究という研究論文を中心に参考にさせていただき、銀ネズを含むネズミ色という式名に関する歴史を紐解いてまいりましょう。釈如とは奈良時代から平安時代にかけての律令制下において定められた、天皇が父母などの直系2親等以内の喪に服する際に着用した特別な喪服のことです。釈如の釈は先ほども出てきた金属錫のことで、除は細かく上質な麻布のことです。つまり錫のような色をした浅い墨染めの上質な麻の装束を意味します。文献上で確認できる最初の釈如の記述は奈良時代の養老2年718年の曹操領です。それ以前の記述を日本書紀や食日本紀にたどると、斉明天皇が崩御された661年の頃、喪服は祖服と呼ばれ白色であったと考えられています。文献上で実際に釈如の祖服が着用されたと解釈されている例としては、
食日本後期の中での昭和7年840年の純那上皇崩御に関わる記載が見られ、この時に仁明天皇が着用した祖服は錫女であったと考えられています。その後、天皇だけでなく臣下たちもまた喪に服する際は鈍色と呼ばれる濃いネズミ色の服を着用しました。彼らはその際、血縁の濃さにかかわらず生前の親祖によって喪服の色の濃淡を決めたと言われています。ネズミ色という式名は江戸時代のものとよく言われますが、論文によれば平安時代後期には公暁の日記などにその名が見え始めるそうです。藤原の忠実の日記伝略では、堀川院崩御の際の記述にてネズミに似た字が現れ、九条兼実の日記緑葉の高倉院崩御の際の記述にも同様の記述が見られます。その後、藤原為孝の日記永正記や中山忠親の日記三回記など平安末期の公暁の日記内において、主に天皇崩御後の法事の記録の中にネズミ色という式名が散見され、黒色や鈍色との使い分けがなされていたようです。このように古代から中世にかけてネズミ色のような無彩色は死を悼む物色であり、縁起の良くない凶色とされていました。華やかな十二人への時代、ネズミ色は決して晴れやかな場で着る色ではありませんでした。錫女の祖服が定められた時代においては、これらは忌み慎むべき特別な色であり、日常で着ることは避けられていたという歴史があります。奈良時代、僧侶は黒い衣を着た人のことを表す玄斗と称されていました。玄という字は玄人や玄武という言葉にも用いられるように黒を表す漢字です。平安文学においても墨染めの衣は僧侶の象徴であり、諸説あれど一般的には黒および濃いネズミ色の方絵を着ていたと考えられています。鎌倉時代、大陸から新しく禅宗が伝えられると、禅宗とともに総裁として僧からお茶が薬用飲料としてもたらされ、やがて嗜好品となります。また禅院において日常的に行われていたお茶を飲む際の礼法茶礼が一般的に普及し、茶の湯が成立します。室町時代、茶の湯は武家社会において盛んに行われ、足利将軍家ではこれに奉仕する同房衆を抱えます。同房衆とは自宗の阿弥陀号を持つ発体僧侶姿の従者たちで、茶の湯に限らずレンガや能、庭園造園など中世文化芸能の大いなる担い手でありました。能の観阿弥や世阿弥がその代表例としてその名が広く知られています。織田信長や豊臣秀吉も同様に同房衆を抱えていましたが、同房衆とは別に詫び茶の千利休ら堺の町衆を茶道として重用します。茶道とは将軍や大名などの主君に仕え、茶の湯のプロフェッショナルとして茶会の準備、道具の選定、管理、茶を立てること全般を任された人を指します。千利休をはじめ彼ら町衆の詫び茶の茶人たちもまた入道して発体となり、礼装として実徳をまとうのが習わしであったといいます。この実徳の色が僧侶の方へと同じく黒もしくは濃いネズミ色であったと考えられています。利休が詫びの色として黒および墨染めのネズミ色を好んだことは有名です。茶の湯という特別な場ではありますが、黒やネズミ色はこれまでの喪服や僧侶の服飾から一歩日常に近い場で使用されるようになっていったという事実を表しており、同時にネズミ色が禅の精神と強く結びついたわびさびを具現化する色としての性格を持つに至ったことを示唆しています。さらに論文によると、禅宗とともに日本にもたらされた水墨画や唐物の調度品の数々、そしてそれらを鑑賞する美意識の発達が大きく影響しているとあります。特に水墨画における墨の色の美しさの認識はそのままネズミ色染色の美の発見へとつながるものでありました。墨染めや水墨画などに代表され、ネズミ色を作り出すのに欠かせない墨の世界について少し触れたいと思います。墨には大きく分けて2種類あります。一つは菜種油やごま油、大豆などの植物油を燃やしてできたすすから作る油煙木。これは粒子が細かく艶があり、茶色や赤みを帯びた黒になります。これは茶木とも呼ばれます。もう一つが松の木を燃やしたすすから作る松煙木。こちらは艶が少なくマットな質感で青みを帯びた黒になります。これは青木とも呼ばれます。松煙木は年月を経るごとにその青みがさえ渡り、枯れたような美しい色調に変化すると言われています。銀ネズに見られるほんのりとした青み、それはこの青木にも通じる色合いと言えるのではないでしょうか。水墨画には古くから
墨の濃淡やにじみで無限の色彩や奥行きを表現する墨の5彩という概念が存在します。5彩とは墨の濃淡を5つの階調に分けたものを指し、濃い順から小、濃、中、淡、青と名前が当てられています。小、黒に近い開黒色、焦げるほどに黒い最も濃い墨です。該当する色名は墨色、墨染めを指します。濃、ドブネズミの毛色に似た濃いネズミ色です。色名はドブネズミ。中明度の標準的なネズミ色、色名はスネズミ。淡、ここです。この明るいネズミ色が本日の主役。この淡に位置する色が銀ネズです。青、限りなく水に近い透明感のある極薄の墨色です。色名は白ネズミです。さまざまな色の絵の具を混ぜ合わせていくとだんだん濁り、最終的には黒に近づいていきます。黒という色は逆に考えると全ての色を内包している色だということが言えます。無彩色の墨の色を操り、見る人に色を感じさせることが水墨画の真骨頂であると言われています。筆使いや濃淡のコントロールによって表現されたその無彩色は、見る人の想像力によって物理的な色彩を超えた色を心の中に呼び起こさせます。墨が現実の色や絵の具以上に本質的な色を表現し得るという芸術観、そしてこれは東洋美術特有の描かないことで描く余白や暗示の美という哲学に基づいた表現方法と言えます。この水墨画における哲学的な美意識は中世日本のわびさびの精神と深くつながっており、ネズミ色はこの時代において重要な色彩でありました。江戸時代初期、茶人たちの意識に利休の精神への回帰が主張されるようになり、中でも実徳の尊重と全的色彩としての黒への回帰が唱えられました。江戸時代中期、戦のない平和な世の中になり、町人たちが経済力をつけ始めると、幕府は何度も奢侈禁止令を出しました。赤や紫といった鮮やかな色は禁じられ、身につけることを許されたのは茶色、ネズミ色、藍色といった地味な色でした。紅や紫の染料に使用する原材料の貴重さ、高価さについては過去動画の一本染めや古希紫の中でも言及しております。また前回の動画賞状費の中においても、貴重な舶来製品賞状費の羅車を買い占めた町人に対し幕府がそれらを没収したというお話も扱っておりますので、これらの過去動画も本動画と合わせてご覧いただけましたら、より理解を深めることができるかと思いますのでおすすめいたします。江戸時代の厳しい色彩の制限下においても、人々は許された茶系やネズミ系の色彩の中で極めて微妙な色の違いを見出し、四十八茶百ネズミと呼ばれるほどに数えきれないほどの茶色やネズミ色のバリエーションを生み出しました。百ネズミと言われるほど多様なネズミ色の中で、特に明るく銀のような光沢を感じさせる銀ネズは洗練された流行色として大ブレイクしました。ネズミ色の染色は古代から絶えることなく行われて江戸時代に至るのですが、模装の服飾での例を除くと、染色の見本帳や染色技法書などにネズミ色の色名はあまり見られません。染色技法書において染色の名称としてネズミ色が初めて見られるのは江戸時代の1666年のこと。ネズミ返しという染色色名が香や茶染句伝書の中に見られます。一方で他の色の染色方法の説明の中に、中ネズミほどなる豆、あるいは薄ネズミほどなる豆という言葉が品質しています。これは墨をすって呉汁、大豆を水で戻してこした液に混ぜたもので、引き染めの染液として使われたもののことを指しています。染色名として出現するより前に、染液を形容する語としてネズミ色が用いられ、その上に濃さの程度を表す言葉がつくということは、すでに色名として確立し機能していたということができると論文には書かれています。また諸芸小鏡や万宝ひじきにはネズミ色の染め方として、墨の代わりに墨より安価なくるみを黒焼きにし墨にして用いるとの記載があります。論文によると、資料とした江戸時代の染色技法書に見るネズミ色染色は引き染めのみで、浸し染めによるものは一例も見られなかったのだそうで、これはネズミ色染色が文様染めの地色として用いられ、無地ではあまり着られることがなかったということの表れではなかろうかと説いています。江戸時代後期の有足古実書定常雑記には、ネズミ色の衣服は忌々しきなり常に脇べからずと記されており、
粋な色として定着した後もネズミ色の無地染めには物イメージが強かったものと思われます。銀ネズという名称は江戸中期に作成された高野伊三郎染見本という色のサンプル帳に見られます。また染め方の指南が天明4年1748年高野二三次覚書文久2年1862年島屋兵衛門染本帳に見られます。ちなみに先ほどから染色に関する書籍の名前に高野という字が入っておりますが、高野とは当時の藍染めを中心とした染め物屋さんのことを指します。医者の不養生と似た意味を持つことわざ高野の白袴の高野とはこの職業を意味します。さらに昭和4年1929年本田次郎沖縄植物染色法にも銀ネズの染め方が記載されていますので少しご紹介します。まず藍染めで水あさぎという薄いあさぎ色に下染めを施します。その上から植物の夜叉と鉄分を含む金を重ねて染め上げたと記されています。夜叉とは夜叉節といって樺の木か藩の貴族の落葉香木の家宝のことを指します。タンニンを多く含むことから節五倍紙の代用品として広く使用されていました。金とは鉄媒洗剤のことで節と金を使う染め方は節金染めとも呼ばれ、黒やネズミ色いわゆるモノトーンの色彩を作り出すための主だった染色方法です。節や金での染色については以前の瓶の宇治染めの動画の中でもご紹介しておりますのでぜひそちらもご参考にご覧いただければ幸いです。ちなみに節五倍紙とは漆科のヌルデや同属の植物の若い枝や葉の裏側にヌルデ白アブラムシが寄生し、その刺し傷部分がコブ状に膨れ上がり卵を産みつけられたところにはタンニン質が多く集まり、これが染料となります。金の成分は酢酸第一鉄で釜の中に鉄くずとお酢水を入れて沸騰させ長時間火入れをして冷ましたその上澄みの液を使います。銀ネズの染色方法は藍染めによって一度青の下地を作りその上からグレーを重ねるというものでした。これはわずかに青みがかった明るい灰色という銀ネズの定義そのもの。その発色のために実際に青が下地として使われていたという事実は極めて示唆に富むものがあります。江戸の粋、そして水墨画の精神、これらは決して過去のものではありません。銀ネズの美学は現代の建築やデザインにも脈々と受け継がれています。現代建築において銀ネズことシルバーグレーは象徴的な役割を果たしています。20世紀を席巻したモダニズムへの反動として1970年代以降ポストモダニズムと呼ばれる新たな主義が流行しました。建築分野におけるポストモダンの規範となったと言われているものの一つに世界的な建築家安藤忠雄氏によるいわゆるコンクリート打ちっぱなしの技法があります。この打ちっぱなしのコンクリートの色がシルバーグレーと表現されポストモダンを代表する色の一つに掲げられています。安藤忠雄氏の初期の代表作住吉の長屋光の教会などはポストモダン建築の代表作の一つとされ現在でも有名な作品です。この無機質でありながら光の加減で豊かな表情を見せるコンクリートの壁面はまさに現代における墨の5歳単すなわち粋でクールな銀ネズの世界観に通じていると言えるでしょう。冒頭でもお話ししましたように現代では男女を問わず若い世代の間で髪色としてのシルバーグレーが流行しています。また年配の方々の間でも白髪を隠すのではなくあえてブリーチやハイライトを施してグレイヘアを楽しむ方が増えています。自動車の世界でもシルバーグレーは絶大な人気を誇ります。視認性が高く傷や汚れが目立ちにくい実用性を備えつつ車体の造形美を美しく際立たせます。この現代のシルバーグレーこそ形を変えて今に生きる最先端の銀ネズの姿と言えるのかもしれません。白や黒ではコントラストが強すぎるところを銀ネズならばモダンでありながら周囲の景観と調和し上品な落ち着きをもたらしてくれます。和風洋風を問わず銀ネズは洗練された中間色として今も私たちの暮らしを支えているのです。ここでは銀ネズと相性の良い配色を2つご紹介します。洋画家和田三蔵が編纂した名著配色辞典、その中では銀ネズを用いた美しい配色が数多く紹介されています。本書に記載された CMYK 値をもとにヘックス値を算出しスクリーン上でその色彩を再現してみました。なお動画内のヘックス値はあくまでも参考値としてご覧ください。
1つ目は紅色と薄卵色との配色です。赤系と黄色系という主張の強い暖色同士の組み合わせ、そこに落ち着いた銀ネズが加わることで穏やかなクッション材として作用し、両者の色彩をより鮮やかに引き立ててくれます。これら3色の調和を生かしたグラフィックやファッションのイメージを AI に作成してもらいました。その世界観をどうぞご覧ください。配色時点の応用編からも一つご紹介しましょう。2つ目は白、花田色、肉色との配色です。ピンクとグレー、そしてブルーとグレー、これらは相性の良い配色の定番ですが、今回はその両方のエッセンスを併せ持っています。赤系と青系という対照的な色同士の組み合わせ、そこに白と銀ネズのモノトーンがクッションとして介在することで互いを鮮やかに引き立てる配色となっています。この4色を用いたグラフィックとファッションのイメージを引き続きご覧ください。いかがでしたでしょうか。墨の5歳における丹の色、銀ネズ、かつては死を悼む厳粛な色として、江戸時代には制約の中で自由を求めた生きの色として、そして現代では洗練された都市の色として、全ての色を包含すると言われる黒。その黒が薄まり光に近づいた時に現れる銀ネズには、日本人が長い歴史の中で育んできた美意識が詰まっています。シルバーグレーと称される車のボディや建物の外観、そして街行く人の髪色、あるいは錫の食器を手に取るとき、ふとした瞬間に銀ネズという粋で美しい和名のことを思い出していただけましたら幸いです。このチャンネルではこれからも様々な日本の伝統色を深く掘り下げご紹介してまいります。もし本日の内容をお楽しみいただけましたら、ぜひ高評価やチャンネル登録で応援していただけると励みになります。また次回の動画がアップされたことがすぐに分かりますように、通知のベルマークをオンにしてお待ちいただけますと幸いです。取り上げてほしい伝統色や色にまつわるエピソードがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。ファッションやデザイン、そしてデジタルでの発信など、皆様が日々の暮らしの中で色を選び表現する際に、この動画がその思いを届けるためのほんのわずかな一助となれましたら、この上ない幸せです。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしております。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。